皆さんこんにちは、こたつマニアです。今回は、たくさんのツールの中から、粘土ツールをチョイスしました。丸い猫ちゃんを、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。まずはツールを移動して作業しやすくしますよ。ツールボックスの角をドラッグして、すべてを表示します。お目当てのツールをロングタップして、アクティブにします。ドラッグして、上部へ順番に移動しますよ。ドラッグツールの横に、粘土ツールを移動して、次に、クリースツール。チューブツールの横に、分割ツールにしましょう。次の段に、ペイントツール。そして最後に、ギズモです。上部ツールボックスをタップ。縦一列に切り替えてみます。それでは、先ほど選んだ7つのツールで作業を進めます。この球体のオブジェクトは、解像度300で、リメッシュしておきます。さて、まずは、ドラッグツールとはどんなツールでしょうか？左側の、半径で大きさや、強度を指定します。オブジェクト上でドラッグすれば、つまんだように編集できます。下の矢印をタップすれば、一つ前の形に戻せますよ。次に、粘土ツール。同様に、半径、強度を指定します。オブジェクト上でドラッグすれば、粘土を盛る効果があります。左の、原版をタップして使ってみますよ。まるで粘土を削った効果が得られます。今回最も使用するツールです。次に、クリースツール。爪で描いたようなエッジができますよ。左側の、斑点を選択すれば、飛び出したエッジになります。ペイントツールで下書きをしてみますね。上部、ストロークペイントから、カラーバーで色を指定して、上部、対象をタップしてオンにします。変チョコリンですが、大丈夫です。それでは、粘土ツールをタップして始めましょう。同じ場所をドラッグしていると、高く積み上がりました。高さをつけたくない部分から始めることになります。左の、強度を少なめに指定して、顔全体をドラッグしてみます。いろんな角度から確認して、少しずつ粘土をつけていきますよ。次に、このピンクのエリアを盛りましょう。同様に、いろんな角度から確認しながら作業しますよ。後で、ドラッグツールで形を整えますので、慎重になる必要はありません。最後に最も高さが必要な、この黄色のエリアを盛りますよ。半径と、強度を編集して、毛の流れをつけてみます。同時に、鼻や口といった細かな部分を作っていきますよ。
下書きを薄くします。ペイントツールの強度を低くして、そして下の消しゴムをタップ。消したい部分をドラッグします。さて、改めて目の下書きをします。このあたりでしょうか？粘土ツールの原版を使って、目に丸いくぼみを作ります。それでは目を作ります。上部シーンを選択して、追加をタップ。クワッドスフィアをタップして選択しますよ。上部、ミラーをタップ。ギズモのオレンジ色のラインをドラッグして、縮小します。ギズモの矢印部分をドラッグして、目のくぼみの中へ移動しますよ。球体の表面が気になりますので、上部、プリミティブを選択。ポスト分割を5から7へ変更して、滑らかにしましたよ。次に体をタップして、目の周りを編集してみます。ピンク色の部分をドラッグツールで移動します。いろんな方向から確認しながら、形を整えます。丸い目が自然に見えるように、こんな感じかな？さらに目の作り込みに入ります。目をタップして選択。解像度300でリメッシュします。シーンを呼び出して、クローンをタップ。クローンしたクワッドスフィアは、黒目になるパーツです。後で編集しますので、目のマークをタップして非表示にします。同様に体のオブジェクトも非表示に設定しますよ。では、表示中のクワッドスフィアをチェックして作業開始です。横からの視点に変更しますよ。視点キューブをタップすれば簡単です。分割ツールの長方形を選択して、左右に分割します。画面左側が正面になりますので、透明なパーツにしてみますよ。上部マテリアルからタイプを屈折に変更して、反射率を高く設定して、屈折率は低く設定しました。下へドラッグ、サーフェスと内側は共に低く設定しましたよ。さて次に、画面右の半球を選択。目のカラーを編集します。上部、ストロークペイントから、カラーバーで色を選んで、色が決まったら、すべてをペイントをタップして終了です。では、視点を正面に変更して黒目を作りますよ。シーンを呼び出して、クワッドスフィアの目隠しを解除。そして編集できるようにチェックします。上部、ストロークペイントから、カラーバーで色を選んで、色が決まったら、すべてをペイントをタップします。ギズモのオレンジ色のラインをドラッグして縮小しますよ。さて、ここでシーン内のオブジェクトを整理します。まず、名前を付けて一目で理解できるようにしましょう。3点リーダーをタップ。名前をタップして入力します。今編集したクワッドスフィアは、黒目にしましょう。
次に、透明なオブジェクトをタップ。シーンを呼び出して、同様に名前を付けましょう。透明。半球の、カラーのオブジェクトもタップして、カラーと名前を付けますよ。次にシーン内でオブジェクトを入れ替えます。名前の部分を長押しして、ドラッグすれば移動できますよ。まず、透明を、ミラーのすぐ下へ移動。次に、カラーを、透明の下へ。最後に、黒目を、カラーの下へ。大切なのは、お互いのつながりが階段状になるようにします。そうすることで、透明のオブジェクトだけタップすれば、まとめて移動できて、サイズの編集も簡単にできます。シーンから体を表示。目と体のバランスを確認しますよ。ギズモで目を移動させて編集してみます。矢印先にあるポイントをドラッグ。目を楕円形にしてみましょう。再度顔に入れて確認してみます。それでは、綺麗な丸い目になるように、目のくぼみを編集してみますよ。体をタップして選択。粘土ツールの、鍵盤をタップして、目のくぼみの部分を、ちょっとだけ削ってみますよ。また、ドラッグツールで目の周りの形を整えます。角度を変えて確認しながら、可愛い目になるようにします。再度、目を編集してみましょう。全体的に少しだけ薄く。シーンから、黒目だけチェックして、ギズモで編集します。そして、黒目だけを少し薄い楕円にしてみますね。角度を変えても、なぜか見つめてきそうが理想的です。さて、粘土ツールに持ち替えてディティールアップ。体毛の流れを作るように粘土を重ねていきます。ドラッグツールも併用して、可愛い顔に近づけますよ。さて、クリースツールに持ち替えてエッジをつけてみます。効果的なところに使います。例えば耳。それから、鼻と口。このツールはこれでおしまいです。一度、体に解像度300でリメッシュ。エッジをなじませますよ。
ドラッグツールで編集しましたので、サイド目のくぼみを編集します。このキャラクターは目にしか魅力がありませんので、全力を注いで作ってみますね。粘土ツールで体をディティールアップします。あらかじめ、大まかにラインを作って作業します。キューブツールで尻尾を作ってみますよ。画面をドラッグして尻尾の長さを決めます。上部、B スプラインをタップすれば、曲線の編集が簡単になります。ライン上をタップすれば、ポイントを追加できます。ポイントを削除したいときは、隣接するポイントにドラッグします。ギズモの向きをリセットするため、アラインをタップ。ギズモの緑色矢印をドラッグして、尻尾を下げますよ。後ろからの視点に変更して、尻尾の付け根を作ります。上部、スナップはオフにして、キューブを体の中に収めます。尻尾の形が決まったら、解像度300で、リメッシュします。上部、操作から、膨張や、スムーズを編集しますよ。体同様、粘土ツールでディティールを加えます。キューブツールでヒゲを作ります。顔の中央から外へ、短めにチューブを描きます。上部、スナップオフ。B スプラインはオンにしました。オレンジ色のポイントをドラッグして太さを編集します。上部、半径を一度タップすれば、もう片方にポイントが追加されます。それぞれの太さを編集できるようになりますよ。上部、ミラーをタップ。ギズモの緑色のラインをドラッグして、前後の角度を編集しますよ。クローンをタップ。複製して配置してみます。ギズモの青色のラインをドラッグして、上下の角度を編集しますよ。さて、色をつけたら完成です。
できるだけ少ないツールを使って作る猫ちゃん。作る楽しさはうまく伝えられたでしょうか？3月9日は、ありがとうの日です。最後までご覧いただき、ありがとうございます。